私の名前は柿谷愛理。この春中学2年になる。両親は洋食屋をやっていて、看板料理は煮込みハンバーグ。両親は本当に仲が良く、私はそんな二人が大好きだった。しかし、3年前に母は脳腫瘍で亡くなった。それまで元気だった母が、あっという間に言葉も話せなくなり、病気が見つかって1年も経たないうちに天国へ行ってしまった。お店は母がいなければもうやっていけないと父が言った。でも、ママはこのお店のハンバーグが大好きだったよ。この味がなくなったらきっと天国で悲しむよ。そう私が言ったとき、父は少し驚いたように私を見て、それから息ができないほど強い力で私を抱きしめた。そうだ、そうだよな、愛理。ごめん、パパが間違ってた。父は母の49日が過ぎると、アルバイトを雇って店を再開した。あれから父が泣く姿を私は見ていない。愛理、今週おじいちゃんとこ行くか？お前の顔が見たいって昨日電話あったんだ。店の閉店間際は私も片付けを手伝う。その日もテーブルを付近で拭いていたら父が言った。行きたい。愛理もおじいちゃんに会いたい。私たちの言うおじいちゃんとは母方の祖父だ。子供の頃からよく祖父の家に遊びに行った。おじいちゃんは心臓が悪いからね。愛理に合わせて元気になってもらおう。母はいつもそう言って祖父のためにたくさんのおかずを作って持って行った。いつ行ってもにこやかに私たちを迎えてくれて、ありがたいことにそれは母亡き後も変わらなかった。季節ごとにいろんなものを送ってくれるしね。いつも愛理は元気か、ちゃんと勉強しているかって気にかけてくれるんだ。本当にいいおじいちゃんだね。と父は感慨深げに言う。若い頃は大きな会社の社長さんをしていたらしいが、持病の悪化もあって勇退したと昔母が言っていた。今は母のお兄さんがその後を継いでいる。祖父が住んでいる家はおじさん家族と2世帯の大きなお屋敷だ。子供の頃はあまりの広さに屋敷の中で迷子になったこともある。ねえママ、どうしておじいちゃん家はあんなに大きいのにうちは小さいの？一度そんなことを母に聞いたことがある。広い家なんてお掃除が大変だよ。母はそう顔をしかめ、うちはママも愛理もいて最高に住み心地がいい。大きな家なんていらないよ。お前たちがいれば掘ったて小屋でもいいよ。と父は言った。愛理は掘ったて小屋は嫌だな。と言うと、ママも嫌だ。と母は笑ったのがまるで昨日のように思い出される。おじいちゃん、来たよ。広い玄関から声を出してパタパタと廊下をかける。愛理、来たか。また背が伸びたか。いつもの笑顔で祖父は迎えてくれた。お父さん、こんにちは。お加減いかがですか？父は昔の母と同じようにたくさんのお料理をお土産におじいちゃんに挨拶した。あ、服だ。丸々と太った白い猫の服がにゃーんとすり寄ってきて、撫でるとゴロゴロと喉を鳴らした。まあ相変わらずだね。無理はできんが仕方ないな。それより店はどうだ？
うまいこと回せているのかな。まあなんとかやっとバイトも定着しましたから、美智子の穴を埋めるのは容易じゃないですけどね。祖父はそうかと寂しげにうなずく。しばらく私たちはたあいない世間話を祖父に聞かせた。父と祖父が話し込むのを見て、私は台所に向かう。よしえさん。はーい。と返事をするのは、この家で祖父の身の回りをお世話するよしえさん。私が小さい時からいる親戚のおばちゃんのような存在。優しくて大好きだ。まあまあ、愛理さん、久しぶりですね。何かお菓子が欲しいのね。私は照れながら、へへっと笑う。その時、突然勝手口のドアが開き、おばさんがにゅっと顔を出すと、よしえさんに怒鳴った。何度言ったら覚えるの？うちが食べるのはオーガニックの野菜だけって言ってるでしょ？そうして野菜が入った袋をバサッと音を立てて床に放った。台所にいる私を見ると、じろりと睨んで再びバタンとドアを閉めた。おばさん、怖いね。私がよしえさんを見ると、彼女は困ったように肩をすくめた。おじ家族には私と同い年の女の子もいるが、私と父は嫌われているのか口を聞いてもらえない。うちは両親ともに質素な人間だけれど、おじ家族は全く違う。いつも派手な服装で、首にも手にもたくさんの宝石をつけている。いとこの鈴香ちゃんは有名なお嬢様学校に行っていて、習い事もたくさんしているらしい。まるで別世界に住む人たちみたいだな、と私は思う。昔はよく一緒に遊んだ仲だったけど、ある年のお正月にそれぞれの成績表を見た祖父が、愛理はしっかりやってるな。鈴香はそれだけ習い事をしてるんだから、もう少し頑張らんと、とたしなめた時があった。その言葉が彼女とおばの自尊心を傷つけたのだろう。それ以来、ぷいっとそっぽを向かれるようになってしまった。よしえ、今日は夕飯の準備はいらないよ。和幸がハンバーグを作ってくれる。祖父がよしえさんに言う。私たちが祖父の家に行くと、父が必ず夕飯を作るのが恒例だった。兄さんたちも誘おう。父はそう言って内線電話で連絡をする。ハンバーグ嫌いだって。父は肩をすくめて電話を切る。パパのハンバーグ世界一おいしいのに。ねえおじいちゃん。祖父はうなずき、よしえさんは絶品ですよと笑う。そうしてその日はみんなで父の煮込みハンバーグを食べて帰ってきた。祖父の具合が悪いとよしえさんが父に連絡をしてきたのは、それから数週間が過ぎた時だった。愛理、今日はもうお店閉めるからおじいちゃんとこ行こう。父は学校から戻った私にそう言った。その言葉にドキンと心臓が鳴った。おじいちゃん。祖父の家に着くなり寝室に走る。寝室で休む祖父のそばでは、服が体を丸めている。ちょっと風邪をこじらせただけさ。よしえ、つまらんことでいちいち和幸たちを呼ぶんじゃない。祖父がよしえさんに言う。だって旦那様に何かあったらって思ったら。その気持ちは
よくわかる。いいんです。ありがたいです。父はそう言って、私も大きくうなずいた。その後、父は台所でよしえさんと祖父が食べやすいお料理をし始めた。すると、玄関が開いて、おじ家族が入ってきた。ああ、来てたのか。おじさんは父にそう言った。ご無沙汰しています。父は頭を下げたが、それにおじは答えない。おばとすずかちゃんは私を無視して祖父の部屋へ向かった。それから父はおじ家族とリビングで話をしていた。私はよしえさんと台所で夕飯を食べ、くだらない話を聞かせていた。愛理、そろそろ行こうか。父に呼ばれて私は立ち上がる。みんなにバイバイ言うね。居間に戻り、おじ家族におやすみなさいと挨拶した。そして自分のポシェットを手に取ったその時だった。ちょっと、何よそれ。すずかちゃんが甲高い声を上げて私のポシェットを指さした。意味がわからず指さされたポシェットを見る。なぜか口が開いている。これ見てよ。そう言って私のポシェットに手を突っ込み、取り出したのは男物のお財布だった。おじいちゃんのお財布じゃないのとおばさんも叫ぶ。私は意味がわからず立ち尽くし、声に驚いた父とよしえさんがパタパタと走って居間に来た。愛理、どうした？父の問いかけに答えたのはすずかちゃんだった。おじちゃん、愛理ちゃんがおじいちゃんのお財布泥棒したよ。してないよ。泥棒と聞いて私は叫ぶ。間違いなくその財布はおじいさんのものよね、あなた。おばがわざとらしく確認すると、おじも間違いないとうなずいた。窮地に立った私をすずかちゃんはニヤニヤしながら見ている。何かの間違いですよ。愛理ちゃんはそんなことしませんよ。よしえさんが言った。私は恥ずかしくて怖くて泣きそうになる。私、おじいちゃんのお財布なんて取ってません。すると父は私の肩を抱き、低い声で言った。愛理、帰ろう。父の車に乗り込んだ瞬間、私はわっと泣き出した。パパ、私おじいちゃんのお財布取ったりなんてしないよ。そんなのわかってる。父はそう言って私の頭を撫でた。祖父が入院したのはその数日後だった。おじいちゃん、早く良くなってまたパパのハンバーグみんなで食べよう。うまいものたくさん作りますから、元気になってもらわないと困りますよ。私と父が見舞いに行くと、祖父は嬉しそうに笑った。お前たちは実にいい親子だ。胸がすく思いだよ。美智子がいなくなってもいつも会いに来てくれて嬉しかった。祖父はそう言って私を見た。母さんのように優しい人間でいるんだぞ、愛理。おじいちゃんはいつもお前の味方だ。病院では泣かないと父と約束をしていたのにダメだった。溢れる涙を抑えることはできなかった。私の涙を骨張った手で拭ったその晩、祖父は母と同じ天国に行った。祖父の葬儀を終えてほどなく、
父は叔父から呼び出しを受けた。愛理も一緒にだって。なんでもおじいちゃんの弁護士さんが来るみたい。父はそう言った。吉江さんは祖父の遺品整理や家の片付けを終えていた。弁護士先生のご訪問をもって私の仕事は終わります。吉江さんは憔悴した様子で言った。私たちと叔父家族は祖父の遺言状を弁護士立ち会いのもと開封することになった。会社の経営権および自宅の2階部分の所有権は長男仁様へ、1階部分は桜井義恵様へ、所有株式は仁様と和幸様へ等分されます。その他の一切すべての財産は和幸様と孫の愛理様に。以上です。弁護士先生が遺言を読み上げると、叔父夫婦は大声で叫び出した。はあ、そんなのありえない。なぜ実の息子でもないこんな奴らに財産が行くんだ。そうよ、そんなの認められない。冗談じゃないわ。そして鈴香ちゃんが弁護士に向かって言った。この人はおじいちゃんの財布を盗むような人間なんですよ。すると後ろで聞いていた吉江さんが服を抱きながら静かに、そして怒りを込めてこう言った。恥を知りなさい。私たちは全員吉江さんを見た。この家のすべての住居スペースにはペット用の安全カメラがついてます。おばさんの顔色が変わった。あの騒動の日、この今のカメラに鈴香さんと奥様が旦那様のお財布を愛理さんのポシェットにねじ込むのがはっきりと映っていました。これまでにも何度もこの家に物を盗みにいらしてますね。当然旦那様もすべてご覧になっております。そして弁護士の方を向き、出過ぎた真似をお許しください。これは愛理様の名誉のためにくれぐれも皆様の前でお伝えするようにと旦那様からことづかっておりましたので。弁護士はうなずき言った。和幸様と愛理様には遺産を受け取るに十分な権利がございます。そして遺言の効力は絶対です。叔父家族はがっくりと肩を落とした。